風がね強いんでボーボー言ってるかもしれませんけれども、これからサフ拭きをしていきたいと思います。でサーフェザー5本用意しました。で比較検討動画とかでは全くなくてですね、サーフェイサーがちょっとずつみんな余ってるんで、これ使い切っちゃおうじゃないかということで、今回ラクーンね作ってるんですけども、金属パーツを結構多くしたので、サーフェイサーないと塗料が多分乗らないだろうなっていうのもあって、サーフェイサー自体の色、オキサイドレッドが3つ、黒1つ、あとグレーが1つということで、なんでしょう、バラバラなんですけども、後で缶スプレー吹くつもりでいるので、何でもいいでしょっていうところで、在庫一掃でねちょっと使っていきたいと思います。もう本当ないやつはすぐなくなっちゃうんじゃないかなと思いますけどもね、ちょっとやっていきたいと思います。サフ拭き完了いたしました。結局ねグレーのこれはもうすぐ秒でなくなっちゃいまして、で結局オキサイドレッドを使いました。でオキサイドレッドもう1本使い切って、でせっかくオキサイドレッド2本あるからオキサイドレッドで使い切っちゃおうかっていうことで、全部オキサイドレッドで結局塗ることになりました。統一感あって、これなら次の塗装缶スプレーで塗装するのもね結構いいんじゃないかなと思ってます。ラクーンの工作が終わりましてね、テーブルの上がもうだいぶ汚いのでちょっと片付けたいと思います。制作中のラクーンなんですけれどもね、塗装に入りまして、で、前回かな、サフをね、拭きまして、オキサイドレッドで拭いて、でその後外装の方はね、オリーブドラブ、結構王道の色ですけれどもね、オリーブドラブで塗りまして、こんな感じでなりました。ちょっとね色が濃すぎたかなっていう感じがするので、結構ね画面でも真っ黒に近い感じに映っちゃってますけども、ちょっとここから体色表現みたいなのをしていきながら、もうちょっと明るくしていきたいなというふうに思ってます。でとりあえず何かな、これバックパックというか後ろの機関部みたいなところなんですけど、こういうところをちょっと塗っていって、ディテールからまず攻めていった方が楽かなと思ったんで、こういう感じでいつもはね組み立てして塗るんですけど、今回はちょっとバラバラで塗ってみようかなと。で後でくっつけるっていうね、ちょっとなんかそっちの方がかっこいい感じがするんで、そういうやり方でちょっとやってみたいと思います。この機関部といったらいいのかな、バックパック部分、これをちょっと塗装したいと思います。で一応横のこれ外して、こっち側だけまずちょっと仕上げてみようかなと思います。どんな風になるかちょっとね。で色はね、この缶スプレーがあったんでメタリックグレーっていう色があったので、ちょっとこれを試してみたいと思います。先ほどのパーツちょっと缶スプレーで塗ってきました。こっちもね別の色にしようかなと思ったんですけど、なんかいい色だったんでね、そのまま同じ色で塗ってきちゃいました。これからちょっとウェザリングでちょっとしらっちゃけちゃったみたいな色にしようかなと思ってます。この色もねすごくいいっすね。でもねなんか光沢があって、なんかこのまんまでもいいんですけど、ちょっと汚くしたいと思います。後ろのね機関部のところをちょっとこうウェザリングをしてみました。
これからちょっとエッジのところをグラファイトでもうちょっと光らせようかなと思っています。上からねちょっとコーティングしようかと思ったんですけど、下地のこの光沢がねなんかちょっといい感じなんで、これを変にいじりたくないなと思って、ちょっとこのまま仕上げる形にしたいと思います。塗装にあたってちょっと塗料をね追加してきました。これがねミスターカラーのオーカーソイルという、墨入れ用の塗料っていうんですかね、これウェザリング用のやつですね。これを1色と、あと同じシリーズのステインブラウンっていうやつも買ってきました。結構沈殿してるんで、なんか玉が入ってるな。今時はちゃんと玉入れなくていいんですね。入ってんですね。はいはい。あともう一個ですね、ピグメントをちょっと買ってみました。いつもパステルでやってるんですけど、なんかね狙った色がちょっと出なくて、ちょっとこのイエローウォーカーっていう色がちょっとオリーブドラブに合いそうだったんで、ちょっと買ってみました。そしてですね、エナメルも買ってきました。カーキドラブという色ですね。いわゆるカーキオリーブドラブ、カーキドラブいいじゃないですかね。はい、かっこいい色だなと。でもう一色カーキを買ってまいりましたね。これいい色だなと思ってね、家の塗料箱を見たらですね、これよくあるあるですね。はい、もう一本ね。ごめん、こっちが古いやつだ。こっちが新しいやつね。同じ色は2本揃っちゃうというね、一生かかっても使い切れないというやつですね。はい、こんな感じでちょっと塗っていこうと思います。マニピュレーターですね。今回結構凝って作りすぎた、ちょっと手入れすぎたかなって感じなんですけど、小細工いろいろしてみた形なんでね、これをまた塗装でもうちょっとこうボロっちい感じに持っていきたいなと思っております。ここからどう変わるかって感じですね。はい。
ちょっとやりすぎた感もありますけど、もう使い古したマニピュレーターという感じをちょっと作ってみました。で、今回ちょっと新兵器で初めてグリーンスタッフワールドというところのピグメントを手に入れたので、いつもパステルなんですけども、ちょっと狙った色がちょっとパステルで分かんなくて、ちょっとグリーンスタッフワールドっていうところのこのピグメントをちょっと使って、ちょっと砂ぼこりがかかってるような雰囲気をちょっと出して、その後オイル汚れを足していくという感じにしたいと思います。中はこんな感じっすね。で、ちょっとどうしようかな、ふわっと乗せたいんで、これでちょっと直接やってみます。こんな感じっすね。どうしようか、そんなかけたくないんで、かける程度でいいかな。こんな感じで、こんな感じでいいな。この程度でいいっすね。あんまりこすって、なんていうんですかね、あんまりやりすぎるよりは、もうこの程度でいい気がしますね。ちょっと、いいね。馴染むね。馴染む。今までこうバラバラだった色が、こう、なんか薄く塗ってあげると、色味が揃うんでしょうね。なんか馴染んでいいね。いいかもいいかも。なんか乾いて、なんかすごいいいかもしんない、これ。なんだろうね。これ結構効果的かもしんない。あんまこういう使い方今までしたことなかったっすけど、あれだね。いっぱいついてるとことあんまついてないとこの境目があった方が面白そうだ。これいいわ。こっちもちょっと、乗っかった粉を払うような感じで、こすりつけるというよりは、取っていくようなイメージで。いいかも。いいかもね。いいかもしんない。馴染むわ。いい。ちょっと赤いとこもね、残したりして。いいかもしれない。これでいこう。よし、これでいこう。これにさらにちょっと今からオイル汚れをちょっとエナメルで。これもちょっと新兵器。今回は結構新兵器投入しますよ。ミスターカラー、ミスターホビーって書いてある。ミスターウェザリングカラー、ステインブラウン。これをね、ちょっと投入します。はい。ステインだから、サビってステインでいいんだっけ？忘れちゃった。筆もね、ご覧ください。もうタミヤで330円ですよ。もう私にとってはめちゃくちゃいい筆を用意しました。いつも100円とかの筆で塗ってるんで。どうですか、この330円の筆の穂先の揃い具合、素晴らしい。で、これをなんかね、もう中にね玉が入ってるんですよね。すごいね、これね。今時は親切っすね。で、これ直でいけんだよね、確かね。もうね、ちょっと怖いんで、ここで試します。こういう感じね。いいかもしんない。ちょっと筆なじまして。いい。よし。で、これで墨入れっぽく入れていくのがいいのかな。ちょっと濃いな。ちょっと濃い。エナメルで薄めていいのかな。だいぶ少なめでいいっすね、これは。濃いね、やっぱり。塗料がまだ。自分的には上澄みを使うぐらいで十分かもしれない。こんな混ぜなくていいかもしれないな。塗料の周りはやっぱいいっすね。墨入れ用っていうことで。オイルがね、こうなんかはみ出て、そこにまた泥がついてるみたいな。そのオイルもなんか乾いちゃって、なんかちょっとバッチくなってるみたいな。いいよ、いいですよ。全部やることはないけど、わざとちょっとこう境目には入れとこうかな。境目に入れないとわかんない。どうかな。なんか結構いい。この白いとこね、ここに少しだけ乗せたいですね。少しだけ。どこかな。このちょっとわざとらしいところにちょっと。いいね、いいね。いい。そうね、こんな感じかな。慣れれば結構使い勝手いいかもしれない。ちょっとわざとらしい。この白さ。これ悲しい。よし、いいんじゃないですかね。なんかいいかもしれない。決めやりましょう。こっちのマニピュレーターは関節で一度切り離してもう一回つけてるので、指の間が結構空いてるんですよね。だからその境目に入れていくような感じにして影を描き入れちゃおうかなと思ってます今。そうね、この塗料そのまま墨入れするにはちょっと僕には粘度が高すぎるな。もうちょっとサラサラでもいいっすね。いい感じですよ。いいね。いいんじゃないかなと。こんな感じ。そうですか。この間塗った基幹部、ここもね、ちょっと上の部分にさっきの
ピグメントが乗っかってるようなイメージをちょっと作りたいので、ちょっとふわっとね、上側にすりつけるような感じで、完成した時になんとなく全体的にちょっとなんか黄色み、砂ぼこりがかぶってるなっていうような感じが出ればなと思ってます。これでもほら見て、ちょっとこれだけで完成ってするとちょっとダメだね、やっぱね。ちょっとこうやっぱり他の色を少し乗っけてあげないといけないですね。なんかせっかく塗った感じが通りいっぺんになっちゃうね。なんかね、やっぱパステルとはちょっと違うな、やっぱりな。なんだろうこの感じ。なんだろう、やっぱ違うんだろうな。そりゃそうだよね。模型用に作られてんだから。いいね、いいです。いいね、こんな感じで、はい、一緒に写真撮っておこうか。逆でした。この手の方はね、ケーブルを走らせてるので、ケーブルのところはちょっとグロスっぽい黒で、ちょっとケーブル感を出したいなと思って、ちょっと今から塗ります。いいんじゃない？はい、というわけでですね、バックパックとですね、マニピュレーターの方ですね、これをちょっと塗り倒してみました。ですね、すごくこんなに塗装をじっくりこういう部分だけでやったのはちょっと初めてだったので、なんかこうばらして塗った方がなんていうのかな、塗装に集中できるというかね、なんかそういうとこありますね。なんとなくこういうのって黒っぽく金属っぽく塗って終わりにしてたんですけれども、もうちょっとこうなんていうんですかね、気を使って塗装ができるというか、そういう感じが出ましたね。あとマニピュレーターの方もですね、こうすごく塗装になんていうのかな、時間をかけたせいもあるんですけれども、すごくリアリティのあるね雰囲気に仕上がったかなと思いますごめんなさいですね。こんな感じでどうかな。結構ね、動画見返すとピンボケになっちゃってる時が多いんでね、あんまり寄らない方がかえって見やすいのかなっていうところもあってですね、こういうちっちゃい部品ではあるんですけれども、やっぱり手ってすごく表情が出る部分でもあるので、こうやって塗っていくことで、少しでもリアリティにつながっていけばなという形ですね。はい、こんな感じですかね。塗装の方まだまだ続けていきますんでね、また動画、6回目7回目かな、ラクーン続いていくと思いますので、もうちょっとお付き合いいただければなと思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。